こんちは。4G 初めから攻略パート50です。前回は G 級ミラボレアスを討伐し、ブラックミラブレイドを作成しました。今回もミラ武器を作っていくよ。ブラミラより汎用性は落ちるが、尖った性能だね。唯一無二の性能になります。存分に楽しんでいきましょう。よし、それじゃあ始めていこう。いきなり武器作成からになるよ。まず作るのはこちら、黒竜純符です。生産唯一となる竜の強属性瓶を搭載していますね。攻撃力は控えめですが、重要な属性値が非常に優秀。すでに G 級武器並みの数値になっています。そして、そのまま G 級強化もやっていく。新、黒竜純符だ。属性値はなんと500まで成長。発掘の最大値と同じだよ。攻撃力も強属性としては高めになっています。01もあるので、極めて優秀と言っていいでしょう。唯一の欠点は、匠込みでも切れ味が厳しいところです。匠技物まで積んでも、あっという間に青まで落ちます。運用としては、やっぱり超質物販が一番だ。切れ味も敏火力には関係ないし。本格的に使うなら、完全に特化した方がいい。総点数アップと竜属性3みたいなね。ただ、装備更新が追いつかないので、今回は既存の装備を流用したいと思います。これだね、シャングリラで組んでたやつ。武器スロが同じ位置なんで、簡単に流用できたわ。竜属性攻撃にまでしか積めていませんが、この段階で属性値610です。単純なステータスは生産強属性の中で抜けて最強と言っていいでしょう。強属性はとにかく素の属性値が命だからな。下手な発掘を使うより火力が出る。さて、それじゃあ早速こいつを使っていくか。龍弱点といえばもちろんあいつだ。はい、こちらですね。ダラーシュくんです。この子はまさにシャングリラで討伐したので、そことの比較にもなりますね。1点、こっちは極限強化をしていない。若干火力に制限がかかった状態だよ。敏火力には関係ないから、さまつな問題だと思いたい。さて、それではやっていきましょう。少しだけお久しぶりです。ダラーシュをチャークでやるの、多分初めてなんだよね。肉質的に有効そうだとは思うんだが、どうなるかな。ダラ君、竜の通りがえげつないのはわかるんですが、肉質変化の仕様がよくわからなかったんですよね。まあ、今でも分かってはないんですけど、一度通してるので多少は理解が進んでいます。基本的には軟化部位を殴れば間違いないんだが、属性がほぼ通らない部位もあるみたいだな。具体的には胸には常に5しか通らない。殴るときは普通に解放を打っていこう。早速ですが、ガンガン爪でひるんでますね。これは最初のダウンもすぐ取れそう。チャークは小技をガードできるのがいいですね。手をついた時の小ダメージがなくなります。だね。削りが重なった結果、オツに繋がったりするしな。よし、爪破壊成功。1分と経たずに最初のダウンだ。軟化時の爪割り25なので超有効ではないですが、さすがの火力ですね。さて、それでは軟化してる頭に調質をぶち込みます。ここは竜40なので、はちゃめちゃに効きます。この瞬間が最高に気持ちいい。打ってくれと言わんばかりだ。振り下ろしの斧が引っかかるのもいいですね。柔らかい部位を殴ってる感触が伝わります。強属性の調質を打ち込むなら、部位がでかくて通りがいいモンスターに限ります。ここまで有効に活かせる機会もなかなかないからね。存分に打っていこう。そういえば、上位ダラを攻略する際、一度雷の強属性を試しましたっけね。が、かなり時間がかかったのでボツにしました。最終的には榴弾を使って撮影しています。ダラは氷と雷も比較的通るんだけど、竜の方が 1.5 から2倍くらい効くんだよね。強属性瓶にとっては属性肉質が全てだ。さすがに竜以外で属性特化させるのは無視だね。ダラ初戦には竜の強属性を用意できませんからね。少し残念ではありました。それでは背中の方に行ってみましょう。壊されないうちにこの岩山を使ってみます。こっちの方が時短になるらしい。体感では早い感じしないが。それで背中は降下中と、ここいつも降下してんな。あら、今回は腕も降下ですか。完全に上り損ですね。なんだよ、せっかく登ったのに。どっちかは軟化しとけよ。仕方ない、記念に調質でも打って帰ろう。肉質知らんけど。残念ながら、降下中の腕は竜が10しか通りませんね。降りて頭や下半身を狙った方がマシでした。なんか、勢い余ってキャンプまで落ちちゃった。ここ、登ってくるの面倒なんだよ。この前の原種では、出落ち食らいましたしね。
あんまりいい思い出がありません。で、ここもミスって下に降りちゃいました。突進切りが体に引っかかる想定でしたが。落ちちゃったもんは仕方ない。下半身でも殴って B を貯めるか。下半身は上半身より竜が若干通りづらいが、その分硬化しないところが多いね。硬いと言えるのは破壊後の足だけですね。困ったら下半身を殴るのもありです。これ、下に降りて殴れる知識がないと、ダラの移動中にどうすればいいかわからなくなるよな。ダラ自体が複雑な仕様の塊ですからね。データだけではわからないことも多いです。さて、こっちの高台に陣取りましたね。壊してない方の爪を狙いに行きます。このフェーズは盾持ちの強みを感じるかな。なぎ払いをガードでしのげるんだよ。なぎ払いにもアンチはあったような気がするんだが、すぐ移動できるとも限らんしな。早く爪を壊したくて攻撃に夢中になりがちですからね。とっさに対処できるのは大きいと思います。胸の熱ダメージやブレスの脅威もあるので、焦ってしまいがちなんですよね。熱ダメに関しては、どのみち痛いけどな。マジで一瞬で赤ゲージが増えていく。よしよし、とりあえずひるんではいる。ひるみの隙に次のひるみちを蓄積させよう。うまくいけば、ひるみが重なって、ほぼ動かさずにダウンを取ることも可能ですね。まあ、爪が軟化してないと意味ないんですが、ここにいて、硬化することあるんでしたっけ？いやわからん。こいつの軟化の仕様は、どこにもはっきりした情報がない。というより、初動以外は本当にランダムなんだろう。TA 勢ですらわからないって言ってたし。おっと、こちら側も破壊完了しました。急いで頭を殴りに行きましょう。頼むから軟化しててくれよ。命がけで取ったダウンなんだぞ。頭の後ろ側のトゲ、発光してないような。案の定軟化していませんでした。これはがっかり案件。おい、いい加減にしろ。お前の爪壊すのに何回ひるみが必要だと思ってるんだ。とりあえず、上出だけは当てておきました。頭は効果中でも竜が30通ります。まあ、無事爪が壊せただけよしとするか。ここをしのぐの難所だからな。ですね、引き続き命を大事に行きましょう。場面はぐっと飛んで終盤戦。ここに陣取って動かなくなったよ。ダラ戦の本番、来ましたね。ここまでの10分ちょいは、お遊びもいいとこです。いきなりピンチだが動じるな。こんなのいつものことだ。ちゃんと体力管理だけして、早めにジャンプ攻撃ダウンを狙いに行こう。ここまででちょこちょこ空中攻撃を当ててたので、あと数発でダウン取れると思うんですが。おっと、一発で取れたみたいだ。この辺は前回より成長を感じるな。双剣の時は結構適当に狙ってましたからね。今回はちゃんと意図してダウンさせることができました。すかさず頭に調湿を入れていきます。ちゃんと瓶5本です。さすがにこれじゃ終わらないか。やはり竜属性3でないとフルパワーではないからな。お守りで更新できないかと探したんだけど、あと1ポイント足りなかったんだよね。多分、真打ちを巧みに変えればつけられますけど、結果はあまり変わらないような気がします。ずっと瓶だけ当てられるわけじゃないしね。物理火力もそれなりに大事だ。今、しれっとトグの妨害されましたね。研磨術切ったの失敗でした。何を思ったか防御術つけちゃったんだよな。どう考えてもいらなかった。落ちるときは一瞬ですからね。まあ、上出さえ入ればいいので割り切りましょう。次は胸の破壊ダウンを狙っていきます。体力にだけ注意です。注意っつってもな、胸の前は熱ダメ止めてよでめちゃくちゃだぜ。回復の際、翔太郎を置いてる隙すらない。落ちる前に飲めるかの運ゲーだよ。戦術の通りで胸は竜が通りにくいのも厄介です。なるべく斧の物理部分を当てていきましょう。おっと、噛みつきだ。ここは念のため、ガードでしのぐよ。少し右にずれると、噛みつき判定をもらっちゃうな。ここら辺は慣れがいりそうだ。ガードの削りダメージもでかいっすね。元の威力の高さを感じます。これ何度もやられちゃたまらないな。さっさとダウン取って落ち着きたい。耐久値は高くなかったはず。とにかく攻撃あるのみですよ。ほら、ひるめ。おお、ダウン来ました。前ひるみ命がけでやっております。今の攻防、いつ落ちってもおかしくなかったよな。赤ゲージ半端ないぜ。それじゃあ、何度目かの調出いくぞ。そろそろ終わりませんかね。残っちゃいましたか。簡単に取れるダウンはもう使い切ってます。あとは一応ナイフダウンもあるが、あれ、メテオがある中だと効率悪いからな。噛みつきにも反応できませんしね。ここからは完全に自力勝負になりそうです。体力管理だけしっかりと。ああ、これは一回戻ろう。
切れ味も回復しておきたい。賢明な判断だと思います。体力も残り少ないでしょうしね。ここまで来たら最後まで慎重に、あと一踏ん張り行きましょう。メテオやら何やら圧がすごい。あと一歩がめちゃくちゃ遠く感じる。ここからは爪に集中攻撃していきます。ダウンはもうないですが、純粋なダメージ目当てです。一応、メテオはガードでしのげるが、解放中は無理だからお祈りだ。おお、やっと倒せたか。どう戦っても最後はきついな。タイムは16分台でした。シャングリラでやった時より早いですね。戻って回復したりもしたので、やはり火力はすごいです、この武器。作った甲斐は間違いなくあったね。しかも、これでいてフルパワーではない。また、極限強化やらスキル更新やらして、リベンジしたいものだね。ですね。10分張りも全然夢ではないと思います。さて、もう一体くらいやるか。図体がでかくて、竜がまんべんなく通るやつはっと。よーし、それじゃあ2体目。今回選びましたるわ。赤もくんですね。この子も強属性チャークとの相性がいいです。攻略中は雷の強属性で挑んでましたね。この辺もダラと似たような事情になってます。腹以外は竜の方が通りやすいんだよね。ダラほど雷と竜に差はないけど。以前担いだディバルキューレより数値も高い。これは期待できるんじゃないか。装備は引き続き新打ち技物を使っているので、攻略中ほど特化した装備にできていません。具体的には鉄面皮がありませんね。これが狩猟にどう影響するか。全部ガードしちゃえば防御ダウンも関係ないからね。しっかりと GP からカウンターを狙っていこう。竜でやる場合も狙うべき箇所は変わらない。後ろ足を殴り続けてダウンを取っていくぞ。上質はなるべく尻尾に入れたいところです。ここは竜と雷が30も通ります。思ったけど尻尾への通りは変わらないのか。後ろ足は15と20で竜の方が通るんだけど。こりゃ適当に殴ってもタイムは縮まなさそうだ。狙う箇所は慎重に見極めよう。一方で手数を出すことも忘れずにですね。あくまで属性を押し付ける武器ですので。我々どうも盾付きを多用する癖があるようです。強属性に関しては手数を出すのに役立つでしょう。これについては発売当時からの癖だろうな。便利だからついつい使っちゃうんだよね。少しの隙に繰り出せる攻撃はチャークでは貴重ですしね。技自体の使い勝手も非常にいいです。ネックなのはやはり切れ味消費ですね。榴弾、それも殴りが重要な武器では控えるべきでしょう。我々いつもチャークは切れ味がきついって言ってるけど、これが原因でもあるんだろうな。よく使うのが白長スの発掘ですからね。感覚がバグってるのかもしれません。生産チャークは切れ味に恵まれたものが少ないですしね。数値面は強いものが多いんですが。総中根でいうペダンみたいなのがないからね。クーネっていう最終兵器はあるが。真っ火力を出そうと思うと、いかに高質または超質を当てるかのゲームになりますからね。では、張り切って超質参ります。素晴らしいリアクションだ。多分クリーンヒットしただろう。アカムは破壊前の腹以外、すべて20以上竜が通る。なんなら、ウカムより超質物販に向いてるね。この子は物理面カッチカチですからね。属性に特化しないと時間がかかりやすいです。黒竜チャーク、非常に解禁が遅くなりましたが、割と幅広く使っていける武器ですね。竜弱点って他の属性も効きやすいこと多いんだが、それでも竜の方が通るってパターンあるんだよね。これのせいで属性特化を断念したりしたから、戦術の幅が広がるのは嬉しいよ。しかし、このシリーズも今回で50回目ですか。だいぶ長いことやってますね。イベント編も数回やってきて、いよいよ残す要素は少なくなってきました。正直、やってることメインとあんまり変わらんしね。そろそろ畳み方を考えないといけないな。本編終了後はあくまでおまけって立ち位置ですしね。あんまりダラダラ続けてもよくありません。とりあえず、振り返り動画くらいは作りたいです。なんだかんだで半年近くやってるので。上位より前とか覚えてるか怪しいけどな。これを機にシリーズ見返してみるかね。我々自分の動画を見返すことはほぼないんですが、いい機会かもしれませんね。ありがたいことに毎回コメントもいただいてるので、それらの反応を見返すだけで面白そう。いつの間にやらパート1が1万回超えてんだよな。ここまで見てもらえるなんて夢みたいだよ。始めた当初は苦戦してましたもんね。ギルクエ動画よりも伸びが悪くて。それがいつの間にかチャンネルの主力になりました。続けてるといいことあるもんです。始めた時は登録者170人だったもんね。人生何があるかわからんな。
登録してくださった方のご期待に応えられるように、どんどん新しいことにもチャレンジしていきましょうね。取り急ぎ、目下準備中の企画がいくつかあります。近く、単発で動画出せるはずです。単発も、ここしばらく出せてなかったもんな。アクセル踏み直すつもりで頑張るぞ。あ、やべ、高速攻撃食らっちゃった。よりによって防御ダウン中に、肥やしを連打していきます。そういえば、忍耐の種の持ち込みを忘れてました。キャンプに取りに行きましょうか。ちょっとこいつからは、個体の悪さを感じる。あんまり思うように攻撃できてないな。すでに5針に突入してますが、確かに手応えがないですね。この分だと、前やった時の方が早いです。それはなるべく避けたいんですが。まあ、リバルキューレも十分強いからな。そこまで圧倒的な差はない。それに、属性の効きやすさ以外にも、真打ちの有無がある。この差は小さくはないはずだ。その分、防御系のスキルがないんですが、やることは一緒ですね。とにかく、後ろ足を狙ってこかしましょう。まだまだ巻き返せますよ。別に、今回のが早くないとダメとかはないんだが、せっかく新しい武器なわけだしね。少なくとも、少し早いくらいの結果には落ち着けたいよな。そのためには、こういう小技食らいたくないですね。結局一番影響するのは被弾回数なので。もしかして今回、シンプルに PS 不足なだけか、ダラーシュ戦で疲れ切ったのかな。地味にダラ戦、1テイクでは終わりませんでした。1回が長いので、気力の削られ方がしんどいです。そして、赤ぬくん貫禄の連続突進、溶岩島を縦横無尽に駆け巡ります。畜生、やっぱり個体の影響も出てるじゃねえか。あんまりあちこち動くな。ただ、ここのダウンは大きいです。縦強化切れかけですが、調出が間に合います。いいね、このコスパよく攻める感じ。文字通りすっからかんだ。今の、尻尾に少しでも当たってくれたかな。結構後ろ足に吸われちゃうんだよね。この 2V では肉質だいぶ違いますからね。尻尾の方にうまく当てたいですが、難しいです。きっちり位置調整してる暇はないしな。ダウン時間、意外と短いよね。あ、とうとう10分超えちゃいました。前回は10分切ってませんでしたっけ？あれ、ちょっと思ってたのと違うな。7、8分で終わるとばかり。やっぱり立ち回りがうまくいかなかったか。武器のステータスは上回ってるもんな。いろいろ準備不足なとこもたたりましたかね。例えば、忍耐や音爆を忘れたりしました。前回、音爆を有効活用したかは覚えていませんが、あれも調出1回分の隙になりますからね。前はよく攻略中の段階で10分切れたな。多分、調子のいい日だったんだろう。それか、単純に狙う部位の問題かも。雷だから腹に固執してた覚えがあります。破壊後の腹は物理もちゃんと通るので、ダメージが出ます。なるほどね。後ろ足ばかり狙うの、ちょっと良くなかったか。調出は斧のダメージも高いですからね。強属整備も奥が深いです。ここでフィニッシュ。11分近くかかったか。若干行動に嫌われてた感はありますが、締め方も綺麗ではなかったですね。後半戦はミラチャーク大活躍とはなりませんでした。ダラ戦はまあまあうまくいったんだけどな。対アカム、いつかリベンジしたい。少なくとも竜属性攻撃を3にしたいですよね。この武器使ってて2止まりはナンセンスです。お守り事情的に厳しいところなんだが、真打ちを巧みに落とせば、とりあえず実現できそうだ。真打ちはシャングリラの物理も活かすためにつけてます。強属性ならちゃんと専用で組んであげないと。そうだね、いつになるかわからんが、それまで待っててくれミラチャーク。それじゃ、今回はここいらで締めよう。このシリーズも50回まで来ましたか。なんだか感慨深いです。ペダン、GX ハンター、スタナイにブラミラ、イベ装備の協力どころは大体揃ったね。動画中でも言ったけど、すでに締め方を考え始めてる。このシリーズの完結も近いと思う。それまではしっかりとやりきりましょうね。半年も続けたんだから尻すぼみにはしたくありません。よし、最後まで走り切るぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。